トランクをご覧の皆様、おはようございます。今回はですね、こちらのシェルを紹介していきたいと思います。こちらは多分皆さんご存知だと思うんですが、埼玉の仙人さんという方が自宅で作ったシェルでございまして、見てわかるようにこの丸い、なんていうんですかね、バレル式、バレルサウナ風のトラキャンということで、はい、今回ちょっとイベントにね遊びに来た時に、今回初めて仙人さんとお会いしましてですね、はい、とても気さくな方でですね、今回撮影まで協力していただけると快く、はい、ありがとうございます。最後の最後まで残っていただきましてですね、はい、まさかこんな撮影までしていただけるとは思わず大変恐縮です。はい、早速ご本人さんと一緒に紹介していけたらなと思いますので、はい、僕は撮影の方に回ります。はい、はい、ということでさよなら。はい、さよなら。それでは仙人さん呼んでいきましょう。はい、はい、お願いします。どうもカメラ持たされてました。持ってました。埼玉の仙人です。皆さん初めまして。よろしくお願いいたします。お願いします。本当に申し訳ないです。いえいえ、こちらこそ。ご飯食べてて遅くなっちゃって。いや申し訳ないです。ラーメンが美味しくて。すみません。はい、ということでじゃあ早速シェルを紹介していただけるんですか。してもうよろしいですか。いいんですか。ありがとうございます。すみません。慣れてますね。もうなんか進行が楽やわ。じゃあまずこちらお名前などあれば。お名前はですね、モバレルハウスって一応呼んでます。モバイルハウスとバレルサウナのバレルをかけて、なるほど、モバレルハウスってまあ仮ですけども呼んでます。まあね、仙人さんのチャンネル見ていただいたらわかるんですけども、いろいろ回ってらっしゃってるんですけれども、はい、作ろうと思ったきっかけとかがだいたい箱で家みたいなの作るのに箱で作られてたから。そうですね、最初は箱で作ってたんですけど、はい、ちょっと目立たないなと。目指したかったと。そうなんですよ。ちょっと旅しててやっぱもうちょっと声かけてちやほやされたいなみたいな。十分されてません？そうですね。ちょっと痛い願望があるんで、だったら四角じゃなくて丸にしてやれと思って、でバレルサウナがね、ちょっとやっぱ最近サウナが流行ってて、バレルサウナっていうのを見て、あ、これ面白いじゃんっていうので、最初は本当バレルサウナのキットを買ってこようと思ったんですけど、ちょっとサイズ的に合わなくて、その軽トラに乗せられる規格をね超えちゃったんで、じゃあ自分で作ろうとホームセンターで材料買ってきて、すごい一から作りました。丸いってことはちょっとこう横幅とかもぶっと出るじゃないですか。そうですね、そうですね。確かに出てるよね。新しい規格に合わせたサイズに。そうですね、去年一昨年だったかな、5月に改正されて、今まで横幅ははみ出せなかったんですよ、はい、車から外には、はい、それが車の横幅の長さの 10% だけはみ出せるようになったので、はい、実は出てるんですよね、横に。軽トラの荷台より。まあこれ多分 9% とか 8% ぐらいしかまだ出てないんで、まだちょっと余裕はあるんですけど、なるほどっていう感じで出て、まあ、上は2500ちょっと低いぐらい、2400ちょっとぐらいなんですけど、はい、まあまあじゃあ目いっぱい大きい感じで。そうですね、ほぼほぼですね。まあちょっとずれても、まあ一応規格ははみ出してないですよっていう余裕は持たせてあるぐらいですね。なるほど。これ2代目ですか？これまあ一応2代目ですかね。3代目なのか2代目なのかなみたいな。2代目がまあカプセルホテルみたいなのがありましたので、2代目というかなんかわかんないんですけども。はい、じゃあまず横、はい、側面でございます。シンプルでございます。何もないです。まあ特徴としては窓ないですよね。そうなんですよ。窓は開けたいんですけど、はい、窓をこの丸い面に窓を開けるの難しいなと思って、しかもこれが構造材としてなんていうんですか、ただ貼ってあるだけじゃなくて、これもこの形を保持する役目もあるんで、ここ切っちゃうとちょっと弱くなっちゃうんですよねっていうのがあるんで、ちょっと今考え中です。この面に関しては。あれなんか1台目も窓なくなかったですか？そうなんですよ。窓ないのが好きなのかもしれないんですよね。ちなみにこれはサウナっていうよりかは普通にもう寝泊まりするためのですよね。そうですね。見た目がサウナ。見た目がサウナ風で、そうですね。で中は本当にただまん丸い空間があって、そこで寝泊まりできるようになってます。なるほど。ってことは反対側も同じ感じですかね？そうですね、反対も全く同じですね。これ気になるんやけど、どうやってこの丸く作ったんですか？まずこの面とその反対側の面をまずこういう丸い板状のものを作ったんですよ。でそれをこう立ててこの丸い状態のやつを立てておいて、そこにこう曲がる板っていうのがあるんですよね。曲げ合板っていうのがある。これですか？そうですね。この内側。それをまず貼ったんですよ。薄くで貼った上で外側からこうなんか順番に板っていう12センチぐらいのやつをペタペタちょっとずつ曲げてっていうかこう
うんちょっとずつこうずらしてそうそうそういやだってすっごい丸やもんね。ねそう割とパッと見割るとまん丸に近いですかね。なんかこう作ってる時は、はいやっぱちょっといびつやなとかってあったんですか？なんかそういうああもう微調整とかして自分でそうですね。やっぱってことはこれ感覚で丸くしたってことですか？感覚一応まあ計算してサイズ測って作りましたけど、あーやっはいはいはいぱ手で切ったりするんで、うんどうしてもまん丸にはならないんですよね。ああなるほど。でそれをこう貼っていくんで、木も多分ねそれぞれ歪んだりとかもあると思うんで、ちょっとずつずらしてなんか帳尻合わせてみたいなごまかし作っていった感じですね。もう見事な丸やねしかもさここ糖質防水シートがおるんやけどあこっちそれが見えちゃってるっていう。ちょっとねほんまにすごい。一応この面から入ってきた雨はうん大丈夫ですね。雨漏りは今のところ全くない。そうですねそうですねまだ、はい、そんな土砂降りの中では使ってないですけど、普通に雨降るぐらいであればまだこう中に染み込んできたりとかはないです。普段は倉庫に。普段はいや普通にもうそこです庭に置いてあります。あブルーシートかぶって、はい、なるほどな。これ下ろした状態ですね。軽トラからは下ろしてるんですけど、おろす時でどうされてるんですか？下ろす時はですねこれ軽トラのこの荷台の高さっていうんですか、それと同じだけのこう台を作って同じパイプで高さのそこにこう引っ張ってこうスライドさせてる感じなんですよ。人力で人力ですお。一人ですか？まあ一人だったりとかたまたま手伝ってもらったりとかしますけど、ちなみにこれじゃあ重量どんなもんですか？これ200キロオーバーぐらいだと思いますね。でも今重っ木だけで思ったより軽200いキロオーバーそう見た目インパクト勝負なんでいや出たとこ勝負というかこうあで終わるんですよね。あと説明することがないです。以上です。ありがとうごそんなざいます。ことはないはずまだあるまだあるまだあるまだです。ちょっと8分で動画終わらさないと。編集したら3分か4分ぐらいしかない固定はもう本当そうですね。ベルトでちょっと上通してそうです。このブルーの方がラッシング。僕がラッシングですね。車体とつけてこれはます。これはただこいつがなんかバラバラにならないようにあー万が一常にあるみたいなはいうん常についてるだけですね。置いてんのってどうやって置いてんの？横にこう角材みたいなの置いてを横に何本か地面につけ地面というかこの荷台に荷台の高さにつけちゃうと、はいこれがこの煽りがまっすぐ上がら90度上がらないんですよ。そうあちょっとちょっと煽上がってるりの方がちょっとんですね高いんですよ。だからこの面と同じぐらいの高さになるように角材を下に横にこう入れて、そっか煽りつけたまんまですもんねあそっかそっか。これがないとっていうかそれ外しちゃうとこれがもうちょっと斜め下になっちゃってあナンバーが見にくいとかっていうのがあるとまずいんで、すごいちゃんとそこはちゃんとしますね。怒られないように小心者なんでこう見るとしてる。ちゃんとしてます。突っ込まれないようにしてます。いやいやいや。そうやから横も板あるんやであそうあここね。そうなんですよ両サイドここはそうですね煽りがパタパタしないように煽りでちゃんと押さえ込ましっかり固定されるようにこれでだって長距離走ってられますもんね。そうですねまあ長距離大阪ぐらいまでは行きましたね。まあだいぶ長距離や高速も一応乗れたんで特に問題なく、はい、これでも走ってたらやっぱ見られますよねそうですねそうですねなんじゃってなるよね。対向車の特におじいさんとかにはって見られるでコンビニとかで止まってるといますよ結構そうですね話しかけらいれたりやこれは話しかけるしかないもんね俺多分これもし仙人さんを知らなくて、うん本当に知らない人がこれを作って乗ってたら俺道の駅でもやっぱコンコンすると思う。どこでもこう話しかけたくなるよねこれはねもうだからそれを逆にそういうのをウェルカムな感じで目立つように作ったんでまさに声をかけられることを前提で。そうですねだから夜中とかじゃなければ全然もう声かけていただいて全然大丈夫なんです。すごいです。じゃあ昼間見かけたらそうですねコンコンしていいと、ウェルカムな。おー全然えよろしくお願いします。それでは、はいいやちょっと中見ます、うんはいはいはい開けさせていただきます。いきますもう本当何もないんですよすみませんいや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 汚い朝寝てたんでこのままなんですけどすいませんはい、ありがとうございます。はいじゃあまずドアですよね。ドアすいませんこれは作ってると作りかけでごめんなさい。あまたなんかもうなんかさらに綺麗になるんですね、もうこのまま、このままがもう半年ぐらい続いてる結構続いてるんですけどすいません。いなんかこう構想があるんですか。やなんもないです。だからこの形じゃなくてもっと全く違うドアにしようかなと。ちょっと重いんですよね。なるほどな。ここも構造になってるんで結構分厚くなってて、うんそもそもが重たいんでもうちょっと軽量化したいなっていうのもあって、窓とかもつけられたらいいなとかっていうのもあるんですけど、確かに窓つけるんであればここですね。そこが一番いいんですよね。確かにそう。こっち側の木めっちゃ分厚いそうですねそうです。そのここそうですね。周りに比べるとはめ板がね、あ確かに。
これは断熱材とか特に断熱材は入ってます。この最初に曲げられる板のこの内側っていうんですかね、にスタイロフォームが、1.5 センチとか2センチだからそれぐらいのやつがここなんかぐるっとこの曲がってる面に関しては入ってるんですよ。ぐるっとこの面は入ってない。この面と前の面は入ってないんですけど。あれって平たいじゃないですか。そうです。あれをだからちょっとずつなんか5センチとか10センチずつ切ってちょっとずつこうこう曲げてっていう感じですね。仙人さんはあれですか、なんかこう昔お仕事でそういうことやってたりとかはされてたんで。いや全くです。全くです普通にサラリーマンしてました。普通のなんかバイク屋さんで働いてました。バイク別にいじるとかの方ではないバイク屋バイク関係の仕事をしてました。営業みたいな。営業でもないんですけど、全然なんかこう手を動かすような仕事じゃなかったです。こうなんか作ったり直したりとかっていうのは全くないです。すごい。なので本当なんかもう見よう見まねというか、なんとなくで作りました。すごいですね。でスタイロ入れてそうですね。壁はでこれはこの壁がこの内側の壁っていうんですかねが床材みたいなのに使われるホームセンターで売って買ったんですけど、結構ツルツルした本物のあれじゃなくてプリントしてあるやつなんですけど、フローリング材みたいな。クッションフロアみたいな。そうクッションでそうです。それをただはめてるだけなんですよ。なんか釘とかボンドとかなんですか使わずに。ただこの R で貼り付けてるんじゃなくてはまってるだけ。すごい。じゃあ取ったらトロームだと。そうですね。頑張って引っ張れば取れるかもしれない。多分横同士もちょっとこう引っかかってなんていうんですかね。爪で引っかかってるんで、そう簡単には取れないと思うんですけど、高速とか乗ってても全く振動とかでも全く落ちたり取れたりとかないんで。ここがすごいね、こうスタイリッシュな感じ。急になんかそこだけちょっとおしゃれ。なんかシンプルでいいよね。カプセルホテルみたい。照明ある。そうですね。それ照明つけてるのがここに本当はカメラがつけられるようになってるんですよ。ここに。でそこに合わせて電気もつけてるんですけど、奥というか前側も左と右に2箇所ちょっとなんか黒いのがあるんですけど、でもカメラをマウントできるようにしてあるんですよ。電気とかどうされてるんですか？電気はもうほぼこの1灯だけですね。基本は。ポタ電を持ち込んで。そうです。これは充電してあるんで充電式のライトみたいなやつつけてぐらいですね。なんか部屋を間接照明とかそんなおしゃれなことできないんで。立ちされるときはポタ電持ち込んで、携帯そうですね。はい、そうですね。電気はポタ電で賄ってます。ベッドの。はい。これもう全然めくっていただいて大丈夫なんですけど、これこれスノコみたいな感じになってちょっと重いんですけど、スノコみたいになってて、ここちょっと恥ずかしいんですけど、中に荷物を入れられるようになってます。だいぶ収納が入る。この丸い下の部分を収納にして、そうですね。そういうことやね。でこの部分は四角いんでいいんですけど、この部分はこういう形してるんで、なんか箱物は入れられないんですよね。なのでこう寝袋をそのままボンって入れたりとか、そういう形が自由に効くやつを左右に振り分けるようにはしてます。丸って確かにちょっと収納難しい。で今こっち側右側こっち側だけですね。外して取れてるんですけど、こっち側も全部スノコみたいになってて、これ外したやつ。そうですね。そうですね。全面真っ平らにもなるんですけど、そうすると寝てる時ちょっと荷物取り出したい時に一回起きて剥がしてやらなきゃいけないんで、そこはちょっと面倒くさくて今どうしようかなっていう。なるほど。使ってみて面倒くさいから今外してる状態。そうです。ここだけでも1メートルぐらいあるんで、もう全然寝るには問題ないですね。一人だと。シングル横幅シングル裏。長さはどんなものですか？長さは内側が2100ありますね。2メートル10。めっちゃでかい。もうこの奥行きがそうですね。2100。はい。大男でも大丈夫。そうですね。よっぽどでなければ。これちょっとお邪魔しても大丈夫ですか？大丈夫ですよ。全然大丈夫です。むしろ大丈夫ですか？大丈夫ですか？いいですか？そっか。何にも今あれ。全然登りましょう。余裕で。はい。すごだか不思議。丸いっていう。そう。なんやん。すごい不思議な空間に入った感じがする。ちょっと平行感覚狂うじゃないけど、確かに非日常な感じで平らな部分がほぼないんで。確かにこの天井がまっすぐじゃないからその感覚が不思議な感じ。丸いけどさ、思ったより広くてこうシンプルに寝るっていうには困らへんよねっていう感じ。いや収納も入るからね。そう下がね。そうですね。この時計でか。これ教室とかで使うテストでなんか45分時間計ったりとかなんかできるようものすごい大きな音が鳴るんですよ。なので一人身でも寝坊せずに起きられるっていう。
あと起きてすぐ寝ぼけてる時でも時計を確認、時間を確認してる確かに確か目悪くても見えるわ。そうなんですよ。にめっちゃでかやな。ね。いやここでいつもこう撮影されてるんですね。そうなんですすごすぎる。感慨深いですよ。いやいやいいやそうですよ。お恥ずかしい限いり。やいや何をおっしゃいますか。ほんまにすいません、ありがとうございます。いい10年されてるんですからね YouTube。とんでもねえ。まだ長く続けてるだけですよ。いや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 もこっち側ね、それちょっとまだはい。端っこちょっと出ちゃってる。スタイルがね入ってるんがわかるわ。わかる。なんかどっかに棚つけたりとかしたいなと思ってまあ、すね。確かにここら辺とかね、ちょっとあったら便利そう。そうですよね。だって全面木やからうん。どこでも打てるしど。こでも打てるもんね。そうそうそう。なんかこれで車中泊とかやってみたいな。お、やっちゃいます？いやいやいや交換します？いいんですか？いやいや僕らの使いにくいっすよ。いや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 。狭いね。なんかめっちゃ几帳面に作られてるなって思う。いや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 自作やのに。もうなんかちゃんとさ線。そうそうそライン引いてう。全部線引いてあるんそのまんまっよ。ていうね。いや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 すごいですよね。いやまず引かへんもんね、自作でそうなかなか釘打つとことかさそうそう大体ビス打つとこと打てればいいやみたいなパターンが多いけど、これはすごいよ。これ今この真ん中とほうほう見えますかね。この真ん中とはい左側外れるかなこうと、まあ今外してますけど、これ右側のはいはいはい3列構成になってるんですけど、はいはいこれ右側を全部はめてはい真ん中を外すとはい向かい合わせて、あもうほんとバレルサウナみたいなこうやって座れるん居や。酒屋の座敷席みたいな感じでも使えるんですよ。めっちゃいいじゃないですか。 5、6人ぐらいで1回試しに入ってみたことはある。ほうほうほう全然6人とかだと十分いけそう。居酒屋のあれよりも広く広い。 8人ぐらいいける入れそう。いやいやめちゃくちゃ。なる向かい合わせで、ほどね。であとここの真ん中のところにこたつを入れてとかっていうのも使える。最高やん。ちょっと面白かったやべえ。それはいい。断熱材も入ってるから寒くないですよそうなんね。ですよ。冬は別にあるんですか。もうこういう。冬はそうですね、寝袋寝袋とそうですね、これは寝袋の状になってる布団なんですけど、これなんで全然大丈夫ですか。まあ1枚だとちょっと無理ですね。まあこれもう1個似たようなやつがあって2枚重ねにするとか、これプラス寝袋とか、なるほどまあさすがにちょっとある程度は厚くしなきゃですけど、そうでも全然うん全く寒さはないですね。夏がもう夏がまだ夏をここで経験してないんですけど、夏はもうリアルサウナ。うまいまさに本当に川沿いに行けばそのままね、そのまま。もう冷水にドボンドボンして整えるのかどうなのかわかんないけど。整い方わからん言うてます。そうだ整う方法がわからない。これ作ってるのに。サウナはそんなに好きじゃないな。整うって何なのか未だに理解できないわかります。それはちょっと僕もそうです。そこが悩みの種ですけど。穴開けたらどうなるかなっていうので、試しに開けてみたんですよ。どれぐらい明るくなるかなと思って。どうですか。全くですね。全く明るくならなかったです。残念ながらあそこにポツンと白い光が出てるからぐらいで、中が明るくなることは全くなかったです。なるほどね。閉めたら真っ暗ですか。ほぼ真っ黒ですね。だからちょっと閉所恐怖症とか暗所恐怖症とかの方はちょっと難しいかもしれない。まあでもね、そもそもシェルとか難しいかもしれあないですね。軽キャンとかやっぱ狭いんで。サイズ感で押し入れとか大好きだったんで。いやでもいいですよ。そういうちょっと秘密基地感が。そうですね。いいと思います。いやありがとうございます。いえありがとうございます。はい、ということで、はいちょっといろいろ見ていただきましたけど、これありがとうございます制作費用ってどれぐらいかかったんですか。これですね、はっきりこう一個ずつ全部計算してないんで、はいちょっと本当にざっくりのざっくりしかわかんないんですけど、多分20万は超えてるとは思うんですよ。でもそんなの。そう材料費だでけね材料費ではい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 っていうのもここ長いんですよね。普通にホームセンターで売ってるサブロック版とかっていうのははい1820っていうんですか、1メートル82センチっていうのが多いんですけど、これ外側で2メートル20センチぐらいあるんですよ。こういうのはあるんですけど、この曲げられる板、曲げ合板とかっていうのがそのサイズがホームセンターになくて、そうすると材木屋さんで発注して取り寄せてみたいな感じになるとやっぱ高いんですよね。そもそも物が少ないんで。だからそういうので多分余計にお金がかかってるんだと思うんですけど、だから多分そうです、20万とかはいってるとは思います。ざっくり本当にざっくりですけど。いやでも20万円でできるんやっできるもんやて。断熱材も入れてね。確かに制作依頼お待ちしておりますもう二度とこんなの作れないです。やっぱ自分で遊ぶためやからできるんですそうですね。自作はね、本当それがいい本。当それですよ。誰にも文句言われないしね。で汚くてもね、多少作りが荒くてもいやいやいや自分のためなんで、安全だけでその壊れてね、途中で落としたりとかして壊れないようにさえ注意すれば。これでまた東北旅とか行ってほしいな。ああ、1000万再生しちゃいます？無理だな。楽しみやな。で面
面白そうやなと思って、どんだけの人に声かけられるかやね。あ、そうですね。確かに。一日声かけられたらなんか何個かみたいな。数える。あ、そこで次の日の軍資金が広がるんですね。一声1000円みたいな。まあまあもらえるな。そうかな、もらえるかな。結構同じとこぐる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 回るかもしれない。人が多いところに行って。なんか宣伝することがあったら。宣伝すること、改めまして埼玉の仙人という名前で YouTube やっております。ぜひぜひ見ていただければ、チャンネル登録はしなくていいです。してください。見ていただけるだけで嬉しいです。してください。よろしくお願いいたします。してみてください。お願いします。お願いします。多分みんなしてみてくれてると思う。すでにね。それは思います。ありがとうございます。概要欄に埼玉の仙人さんのチャンネル貼っはいてますんでね。はい、やべっと思った方はいます。早くせなと思ってすぐ登録します。はい。じゃあ今日は仙人さんに締めていただきましょう。はい、というわけでございまして、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回以降もよろしくお願いいたします。バイ。